高校生の娘と台北2人旅。親子2人で楽しめることや美味しいものをいっぱい詰め込んだ2泊3日の旅行 Vlog です。夜明け前のインチョン国際空港。今日は早朝の飛行機で娘と2人台湾に向かう。こんにちは、アジアを旅する顔です。今回は高校2年生の長女と一緒に2人で2泊3日の台北旅に出かけます。娘と一緒なので今回は割と王道女子旅的なコースになるかなと思っています。では行ってきます。今は高校生の娘が3歳から5歳の間、私たちは台北に住んでいた。当時の記憶は断片的みたいだけど、大きくなった娘が台北で何を感じるのかも楽しみだ。3時間のフライトで台北桃園空港に到着。電車に乗って台北駅へ。台湾の食べ物を最大限に楽しみたいので、当然朝ごはんは抜いてきた。あったあった、餃子屋さん。ちょっとだけ並んでる。地元で人気の餃子屋さん。你好，你好，内用一份水饺，然后茄子。好，还有呢？不要。肉大9個，ラス1個，スープ麺いる？麺いる？酸辣汤1個。好。醤油とお酢とラー油で適当にタレを作って、台北のお昼ご飯、つやつやでお腹ぷっくりの水餃子。もちもちの皮の中にしっかり詰まった具とあふれる汁。この店はエビも入っているので食感もさらにいい。とろりと優しいサンラータンはベースの味だけ仕上げてあるので、酢とラー油で自分好みの酸味と辛さを追加。野菜や豆腐の具もしっかり入っていて美味しい。小籠包ほど華やかな味じゃないけど、水餃子は生活の中の喜びという感じ。もっちりじゅわり、本当に美味しい。台北でまずこれを食べたかった。そこにサンラータンの優しい旨味と喉越し。一気に台北に来た実感が湧く美味しいお昼ご飯を済ませ、二人旅が始まった。チョンサン駅から古い街並みの中、カフェやショップが点在する通りを散歩する。長年強い日差しと湿気にさらされて汗をかき、少し朽ちたような質感の古い建物に南国の力強い緑。そこに可愛いカフェや雑貨、昔から続く商店。ジュース屋さん発見。娘は果物だけで生きていけるくらい果物が好きなので、果物天国の台湾ではたくさん食べなくちゃ。いろいろある果物の中から好きな組み合わせで 100% フレッシュジュースを作ってもらう。台湾の甘いスイカのジュースと人参リンゴジュース。人参リンゴジュースは甘くて濃くて美味しい上に健康効果も高いので、毎回絶対飲む。いい感じになってきた。いい感じ。いい匂い。カレーの匂い。なんかカレー美味しそう。カレーの匂いがした。うわー、いい感じ。
あー、こんなん食べたい。ここも素敵。20歩歩いた時点でこんなうわー、素敵。台湾はとにかく一つ角を曲がるとこんな屋台が出現するので、いちいち興奮して忙しい。暑くてすぐ疲れるので通りかかったカフェでお茶にする。シャインマスカットロールケーキとフルーツタルト、旅の間は食べたいものを食べる。今回の宿はシーメンティンの奥のエアビ。いい感じ、明るくて。ここにミニキッチンも。はい。そして入り口の横に簡単にシャワーとトイレが。ベッドどっちがいい？はい。ツインベッド2個って最高。おお、ほんまやね。広々してる。うん。眺めいいね。娘の台湾旅の要望は、台湾っぽい映える写真を撮ることと、果物をたくさん食べること、小籠包を食べること。その望みを叶えるべくスケジュールを組んだ。まずは夕暮れの時間に合わせて9分に向かう。シーメンティンの目の前から出ているバスで1本、約50分。あ、もう日は沈んだね。山からの絶景を望む大きなお寺、通称小霊廟。およそ100年前、台北市内のダータオチェンのお寺から分霊を受けて祀ったのが始まり、吹き抜けの2階までびっしり装飾が施されている。2階のテラスからは台湾北海岸のパノラマを一望できる。今回は娘と一緒なので9分まで遠出してきました。夕方の日没頃を狙ったんですけど、これから暗くなってくるところですごくいい時間に来れたなと思います。空のトーンがどんどん暗くなり、山の上の古い町が燦然と輝き始める。港町にも海の上にも明かりが灯る。台湾のお土産屋さんは楽しい。伝統と現代を上手にデザインでつないでいるから、台湾らしさがあり、なおかつウキウキするような可愛いものであふれてる。夜の9分に来ることをとてもいいアイデアだと思ったけれど、旅行者はみんな同じことを考えるらしく、とてもにぎわっている。観光客向けの食堂やお土産屋さんばかりだけど、縁日の夜店みたいにワクワクした気持ちになる。すごいビールだこれ全部。何これ。しかもいいな、いいな。一等席でビールを飲めるお店。いつも探してるマグネット、これとこれと見ようかな。あれ頼むの？要橙子奶茶。谢谢。美味しいね。一番上まで登って夜の風景を堪能して、バスは長蛇の列でいつ乗れるかわからないので、同じく困っていた韓国人青年とタクシー相乗りで市内に戻り、遅くまで開いている小籠包屋へ。はい、日本語ペラペラや。
あ、2回、はい、ありがと空心菜炒めときゅうり、エビ卵チャーハン、そして娘待望の小籠包。慎重に持ち上げて、タレにつけて、ごく薄い皮の中からあふれる肉汁。うまみが濃いのにすっきりしていて、まさに美食の国たるゆえん。エビシューマイも来た。仲間が増えたので、いろいろ注文できて嬉しい。台湾のチャーハンが大好き。米粒はハラハラと軽く、エビは信じられないくらいプリップリ。脂っこくないのに油の香りが食欲をかきたて、味は濃くないのにしっかりおいしい。エビシューマイ。むっちり肉あんにエビの弾力、2つの食感とうまみで、小籠包とはまた違う満足感がある。小籠包屋に来ると頼むものはいつも同じ。このメニューを食べなきゃ絶対後悔するから冒険する気にならない。今回もこれを食べられて大満足。帰り道のシーメンティンで綺麗なヘビがいた。Very nice 可以啊，你要跟我这样缠绕也可以啊，不用怕。哎呀，下去。首に巻いてみたら？嫌だ。ママいい。おお。おお、すごい。おお。おお、すごい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 。すごい。リスペクトだわ。すごい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 。でもなんか喜んでるっぽいけど。2日目は午前中からティーホアチエへ。チャイナドレスのレンタル屋さんに向かう。你好。好久不见。いろんな色と柄の中から気になるものをどんどん選んで試着して決められる。ここのお店は何回も来てて、この柄がすごい気に入ってるけど、もう前来ちゃったから今回は諦めて、こんなんもすごい好きだけど、ちょっと何か選んでみます。かなり試着してやっと決定。チャイナドレスを選んだので、今からティーホアチエに行って写真を撮ったりカフェを巡ったりしてみます。ティーホアチエは100年以上の歴史を持つ台北最古の問屋街。当時の姿が残る赤レンガの建物の中に、昔から続く乾物や漢方薬の問屋、リノベーションされたカフェやショップが入っている。豆腐は一つと、それからじゃあ、ルーローファンでも頼んでみようかな。暑いので一休み。柔らかい豆腐に氷と蜜と落花生の粉をたっぷりかけるトーファー。小さな茶碗で出てくるルーローファン。ちょっと小腹を満たすのにいい。
トーファーはほんのり甘い蜜の味とシャリシャリ氷で体の熱を鎮めてくれる。漢方の香りと甘みのある醤油味でとろりと煮込まれた豚肉。煮汁の染みたご飯で元気を充電して、いつも行くカフェに向かう。色使いとアンティークが可愛い香港メニューのあるカフェ。壁紙とインテリアが飛び抜けて可愛いので、ティーホアチェに来たら必ず立ち寄っている。香港式ミルクティーやフレンチトーストをはじめ、香港カフェの定番メニューが揃っている。これは何だろう。香港式ミルクティーとレモンティー。ビジュアルのインパクトにつられて注文してしまった。マンゴーアイスとマンゴーシャーベットが入ってるみたい。ひんやり冷たくてコクのある香港ミルクティーがほてった体に染み渡る。マンゴーアイスは熟した果実の風味が口の中に広がり、すっと溶けていく。この壁紙が本当に素敵で、特にチャイナドレスと引き立て合うので、写真を撮るためにも訪れたい店。台湾レトロがぎゅっと詰まった通りをゆっくり楽しんだら、ティーホアチェを離れてお昼ご飯を食べに行こう。小さな食堂が集まる狭い路地裏。おー、いいね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 。おー、ビールもある。あ牛肉麺の老舗に入った。牛すじと肉が半分半分入ってる牛肉麺の小サイズがいいんじゃないかと思う。完全にオープンな厨房で麺をどんどん茹で上げている。トイレットペーパー大きすぎやろ。でっか。お昼ご飯。麺がすごい量。おかずも2品。扇風機が強すぎて暴風。トイレットペーパーは舞い踊り、スープが波打っている。大好物台湾の汁なし担々麺。中には濃いごまだれ、上にラー油がかかっていて、しっかり混ぜて食べる。ここは麺がうどんみたいに太くて、もっちり弾力のある手打ち麺。そこにピリッと辛くて濃厚なごまだれが絡んで、すごく食べ応えがある。これは最近になってハマった豚の血のケーキ。豚の血ともち米を固めたもので、名前を聞くとちょっとためらうけど、食べにくさはなくて、もちもちした食感と少し甘めのタレで、いつの間にか癖になる食べ物。牛すじと牛肉の麺。筋はプルンプルンに柔らかい。これもうどんみたいな麺。かなりボリューム感があるので、好みは分かれるかもしれない。そしてスープ。深いコクがありながら澄んだ味。肉も麺もしっかり入っていて、これで小サイズなんてすごい。お昼時をだいぶ過ぎても
途切れずにお客さんが来る店。昨日から歩きっぱなしの足をぐりぐりほぐしてもらったら、午後はしばし別行動。私はカフェでゆっくり過ごそう。台湾にはカフェがすごく多いけど、その中でも特に昔の建物を活用したリノベーションカフェが好き。古い集合住宅を改装したらしいこのカフェは、床や壁の質感をそのまま生かし、シンプルなアンティーク家具でしつらえた空間で、温かく落ち着いた時間が流れている。夜はロンシャンスーへ。およそ300年前に創建された台北を代表するお寺で、仏教だけじゃなく道教や民間信仰の神々まで祀られている。観光地としても有名だけど、今もなお日常の信仰の場として地元の人々が絶えずお参りに訪れる。ロンシャンスーを出るとすぐ隣に大きな夜市がある。規模が大きくてローカル感があり、食べ物屋さんも多いけれど、そこまで混雑がひどくないので、よく訪れる夜市の一つだ。アーケードに入ると、マッサージ屋さんがめっちゃあるね。こんなとこのネイルやったらだいぶ安いと思うんだよ。西門より。クオリティがせっかくの台湾、果物をどんどん食べよ飲み物もあるし、多分フルーツの盛り合わせもあるし。う。見るだけで元気が出るビタミンカラーの盛り合わせ。ありがとう。全部はい。 210円。 210円。これがさ、もう本当に生のマンゴーがいっぱい乗っててすごい美味しそう。これはパパイヤミルク。お砂糖入れないでって言ったからどんな味かわかんない。ちょっとこう砂糖入れるべきやったかもしれない。氷に生マンゴーをどっさり、練乳をかけた豪快でシンプルなかき氷。大丈夫？知覚過敏。冷たいのが痛い。でもすごい美味しいね。最近の新しい豪華なやつじゃないけど、マンゴーがいいから美味しい。娘がすっかり気に入ったので、果物盛り合わせとスイカジュースもテイクアウト。谢谢。谢谢。明天再来。いいね、果物天国やな。私はこの先の露店の食堂が並ぶ通りでビールを飲みたい。こんなところで何か食べようと思う。店先に並んだ食材の中から好きな方法で調理してもらい、それを外のテーブルで食べる屋台が何軒もある。お客さんがたくさん入っている大きな店に決めた。材料から何がいいかな。小学生ぐらいの少年が注文を取ってる。谢谢。这样就好了吗？うん、这样好了。谢谢。注文取ってくれた。
弟とおぼしき少年もいる。家族3代でやってるみたいだ。すごい、めっちゃ手伝ってる。すごいかっこいい。小学3、4年生ぐらいに見えるこの少年は食材に衣をつける担当らしい。それをお父さんが揚げ、粉が足りなくなったら補充して立派にお仕事してる。混み合っていて料理が出るまで正直めちゃくちゃ待ったけど、かっこいい働く少年たちを見ていられたのでよしとする。やっと来ました。とりあえずたけのこ、すっごい待った。はい、じゃあいただきます。何これマヨネーズマヨネーズちょっと甘いマヨネーズ。たけのこ美味しいやろ。甘みがあってすごく柔らかいたけのこを茹でたものに台湾の甘いマヨネーズ。台湾でしか食べられない素朴なごちそう。イカの3倍炒め。3倍炒めとは醤油、ごま油、酒を同量ずつ入れてバジルや唐辛子、ニンニクと一緒に炒めた代表的な台湾の家庭料理。甘辛いタレの中に唐辛子の辛さやちょっとスースーするバジルの爽やかな風味が効いている。なんかハーブみたいなのがバジルとミントの中間みたいな。冷え冷えのビールと素朴な料理、それを夜の台湾の路上で食べる。こういう食事がとても楽しい。たけのこです美味しいものでいっぱいの夜市を満喫したら帰り道の太鼓の達人で一勝負して明日はもう旅の最後の日。最終日、最後のお昼ご飯を食べに行く。有名な台湾料理の店、新栄。創業50年の老舗レストランで、屋台や家庭の味だった台湾料理をレストランの一皿に昇華した店として知られている。私たちと入れ違いで今日から台湾出張の夫と待ち合わせている。너무 잘 놀았어. 이거 맛있을 거야. 고기버섯. 좋아. 이거 좋지? 아, 청요 맛있어. 청명 하나? 일단 좀 기억해놓고. 黒きクラゲの冷菜と巨大な肉団子、豚の角煮。黒きクラゲはつやつやで肉厚。スープに使ったみっちり肉が詰まっている肉団子。합의했어야겠다. 이거 진짜 맛있네. 이거 맛있지? 뭐가 그렇게 맛있는지 모르겠는데 너무 맛있어. 이거 같이 먹어야 돼, 노른자를. 진짜 맛있어. 차원이 다르네. 아, 그렇구나. 비싼 음식의 이유가 있네. 箸で持ち上げるだけで柔らかさが伝わる。 얼마 시간, 20시간 보는 거잖아, 이제.食べた? 녹는다, 녹아. 口の中で赤身までとろける柔らかさの肉に上品な醤油ベースの煮汁がしっかり染みている。 아,
맛있는 음식만 해왔는데 비싼 것도 해야겠다는 생각이 들어. 확실히 맛있어. 밖에서 이런 걸 먹을 때 보통 한 50원 정도 주고 근데 이거 다 200원, 300원이잖아. 그러니까 많이 비싸지만 근데 이유가 있는 거야. チャーハンも来た。 이게 밥알 하나하나 볶음. 이 맛은 진짜 한국에서 먹기 힘들지. 이런 パラパラの米粒が口の中でほどけて、具材と油の香ばしさがふわりと鼻に抜ける。 진짜 맛있어. この後も貝のスープ、野菜炒め、エビチリ、デザートまで、どれも素材が良くて、もともと美味しい台湾料理がより繊細に丁寧に作られていて、台湾料理の美味しさにさらに魅了された。2泊3日目いっぱい楽しんで、くたくたで飛行機の中、今回も美味しい楽しい台湾でした。